こんにちは、モネです。突然ですが、こんな質問が届きました。はじめまして。最近モネさんの動画を見つけて、毎日楽しく拝見しております。ありがとうございます。モネさんの自由な思考、手帳を自分を見つめ直す一つの手段として活用しているのに感銘を受け、私もまた始めてみたいと思うようになりました。そこで質問なのですが、十数年続いているとおっしゃっていましたが、コツなどはあるのでしょうか？もしも動画内で説明をしていたら申し訳ありません。これからも大変かと思いますが、雰囲気などもすごく好きなので、動画投稿を頑張ってください。応援しています。質問ありがとうございました。こんな感じの手帳が続かないっていう悩みは、この質問以外にもいくつも来ていました。ということで、今日は以前買った IKEA のデスク周りの収納用品を使って机周りを片付けながら、私自身手帳が続くようになるまでのお話をしようと思います。安心してください。私も昔は全然手帳が続かない人でした。手帳を続けたいのになかなか続けられない人や、何を気をつけているのか知りたい人、モネのね、続けられなかった時のエピソードが知りたい人は、よかったら聞いていってください。IKEA の机周りの収納に役立つアイテムはこちらの動画で紹介しているので、気になる人はこちらの動画もご覧ください。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで。最近ね、お返事が遅くなっていますが、ちまちまお返事しています。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。まずは最初に続けるコツを紹介します。手帳が続くようになった自分のエピソードは、コツを最初に紹介してからお披露目していきます。コツは全部で3つあって、手帳を持ち歩く習慣をまずつける。で、2つ目が自分に合った手帳を使う。で、あとは頑張らない。この3つをクリアできてから私は手帳が続くようになりました。それでは手帳が続くようになるまでの歴史を紹介していきます。私が手帳を初めて買ったのは高校3年生の1月ですね。大学生になるのが楽しみすぎて、受験真っ只中にもかかわらず1月始まりのものを買いました。まだ大学も決まってないのに、春からのね、東京生活に浮かれてました。父親が手帳を使う人だったので、その影響もあったんでしょうね。手帳を持ってる人がなんだかかっこよく見えて、憧れから手帳を持つようになりました。当時はね、使う目的も決まってないし、どんなフォーマットがまずあるのか、しかもどんなフォーマットが自分に合っているのか全く分かっていません。もちろん持ち歩く習慣もついていません。そのおかげで本当に続きませんでした。初めて買った手帳は3ヶ月で撃沈しましたね。その理由はまずフォーマットにあったと思ってます。1月始まりを買ったんですが、学生の区切りって結構4月ですよね。大学に入学して気持ちを一新したいのに、1月の名残がね、あるというか、それが嫌で、しかも東京の文房具屋さんには可愛い手帳がいっぱいあって、山梨の文房具屋にはこんな可愛いのなかったぞって思ったのを今でも覚えてます。そんな文房具屋さんで可愛いの見ちゃったら、新しい手帳をね、買っちゃいますよね。いや、買わない人もいますよね。私は買っちゃいました。今は1月がフリーランスの事業始まり月なので1月始まりを使っていますが、学生の頃は4月始まりが私には合っていました。それに大学1年生の頃は、書くことが授業やテストだったりとか、バイトの予定だったりとか、遊びの予定、本当にスケジュールくらいしか書くことがなくて、ウィークリーページが使いこなせませんでした。で、空いてるページを見ると、自分が手帳を使うのに向いてない人間なんじゃないかって思って、で、手帳に触れる時間が少なくなっていきましたね。そしてもう一つ理由があって、それが手帳を持ち歩く習慣がついてないことにありました。可愛いが先行して買った手帳は大きくて持ち運びにあまり向いてなかったので、家に置きっぱなしにしたことが多かったです。そうすると予定が入るタイミングで手帳を持ってなくて、
で当時ガラケーだったんですけど、メールの下書きにメモして後で予定を書くなんていうことをしてました。これって手帳持ってる意味あるって思ったし、実際後半からは卓上カレンダーを持ち歩いてました。ということで1年目は使い方もわからず、すいません、メールが入りましたということで1年目は使い方もわからず、持ち歩くことに慣れていなくて、手帳1年使い切ることができませんでした。それでも手帳を使っている大人に憧れていた私は、2年目からはとにかく持ち歩くことに重きを置いて手帳を選びました。なので2年目はコンパクトな A6 サイズのマンスリーカレンダーとメモだけのフォーマットを選んで持ち歩いてました。この1年のおかげで私は手帳を持ち歩く習慣がついて、私にとって手帳が必需品に変わっていきました。それに1年しっかり使い切ることで今まで感じたことない達成感みたいなものを感じて、さらに手帳が好きになりましたね。本当に今みたいにいろいろ書いてないし、マンスリーのスケジュールとメモページだけなんですよ。でも一冊使い切ったからこそやっぱり自信につながったんだと思いますね。それに手帳自体を使うことに慣れてくるので、こんなフォーマットが欲しいなが見えてくるんですよね。ということで私は手帳が続かない人は、まずマンスリーカレンダーだけの複雑じゃない手帳を使って持ち歩く習慣をつけることをお勧めします。手帳を使うことに慣れてきて、専門と会社員の8年間はほぼ日手帳の数を使うようになりました。1日1ページに何かデコったりとか日記を書いたりとか全然してなくて、専門の頃も仕事も制作系だったので、作るもののアイディアだったり課題のことだったり、もう本当にメモですよね、メモ。手帳はスケジュール管理プラスアイディアメモとして使っていました。なのでこの1日1ページっていうフォーマットは当時はすごく重宝してました。で、専門学生の頃は常にパソコンを持ち運ばなきゃいけなかったので、常にリュックだったし、手帳が増えたところで持ち歩きには困りませんでした。会社員になってからは本当に仕事中心の生活で、家には寝に帰っていたくらいだったので、手帳は会社の机に置きっぱなしにしていました。打ち合わせも社内だったので、外に本当に持ち運ぶことがありませんでしたね。で、会社員からフリーランスになったタイミングでトラベラーズノートに変えました。打ち合わせが取引先の会社や外で行われることが増えて、ちょっとほぼ日手帳の数だと持ち歩くのに不便に感じたんですよね。で、それに会社員からフリーランスになったきっかけが暮らしを整えるためだったんですよ。週刊バーチカルを使って時間の見直しを始めました。会社員の頃はほんと仕事中心の生活をしてて、土日出社もしょっちゅうあったり、終電に慌てて乗り込んだりとか、あとはタクシーで帰ったりね、そんなことばっかだったし、会社に泊まることもよくあったし、その頃から彼とは同棲してたんですけど、ご飯も一緒に食べないし、お互い寝顔しか見てないような生活が6年くらい続いたんですよね。で、まずいなって思って働く時間を自分で決められるフリーランスになりました。当時はほんと暮らしが破綻してましたね。2年くらいトラベラーズノートを使っていたんですが、仕事が安定してきて、時間にも心にも余裕が出てきて、バレットジャーナルを始めるようになりました。しかもコロナの影響で家でのオンライン打ち合わせが増えたことで、手帳を持ち歩く必要もなくなったので、サイズを気にしなくなりました。で、今は英語のシステム手帳に落ち着いてます。こんな風に自分のライフスタイルだったりとか目的で自分に合ってる手帳のサイズだったりフォーマットって変わってくるんですよね。このフォーマットやサイズが自分に合ったものじゃないと、なかなか手帳を自分の近くに置いておくっていう習慣につながらないので、可愛いを優先するのもいいんですが、自分に合ったフォーマットやサイズの手帳の中から好きなものを選ぶようにしてみてください。
で、最後に大事なのは頑張らないですね。私は毎日書くのをやめましたと言っても、ダイエットのページや1日行動記録表なんかは毎日書いてるので、チェックだったりとかマーカーで済むように簡略化しています。毎日って縛りをつけることで1日でも空いちゃうと、私はもうこの手帳使いたくないっていう気持ちが芽生えるんですよね。良くないですよね。自分で自分に出した約束を守れなかったことが本当に嫌だったんでしょうね。そんなことで手帳を中断するのはもったいないっていうことで、私は毎日頑張らないっていうことを決めて、書きたいことを書くようにしてから自由に手帳を使えるようになりました。この自由っていうのに役立ったのが、私にとってはシステム手帳でした。ノートだとどうしても順番だったりとかフォーマットも決まっていますし、だけど1年間システム手帳を使ってみて、本当に自分に必要なページだけ集めることができて、最初はね、確かにページ数がすごく少なく感じるんですけど、1ページ1ページこうやって溜まっていく感じが、本当に手帳を育ててる感覚になって、どのページを開いても好きなページっていうのが私にはぴったりで、手帳が続けられています。今日の動画は以前買った IKEA のデスク周りの収納用品を使って机周りを片付けながら、私自身手帳が続くようになるまでのお話をしました。この手帳生活14年、思い返すと何よりも手帳を持ち歩く習慣をまずつけることが本当に大切だったなって感じてます。書きたい時にすぐ取り出せる、そんな環境づくりのために自分に合った手帳のサイズやフォーマットを選んでみてください。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。